皆さんこんにちは。ミツバチ経済学の4を始めます。これまでミツバチ経済学のシリーズは昨年の1月から2月にかけて3回にわたって配信しました。1年のうち春から秋にかけての養蜂シーズンの真っ只中には製法運動区のシリーズで養蜂の現場の動画を配信することが適しています。しかし冬になると座学に切り替えましてミツバチ経済学の動画を配信することができるようになるわけです。ただ前回の第3回目のミツバチ経済学から今回の第4回目に至るまではだいぶ時間が経ってしまいました。そのためこのシリーズを続けて見ていただいている方々の中にも、失礼ながら、すでに過去の動画の内容をお忘れになってしまった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。そこで第4回目の話の中に入る前に若干の復習を兼ねて過去3回の話の大枠を以下で紹介することにしましょう。まずこれまで養蜂地代という概念を使って養蜂業を分析することができるのだということを提案させていただきました。養蜂家は養蜂場を中心としてそこから半径数キロメートルの範囲にある周密圏の土地を利用しています。そして周密圏の中に生えている蜜源植物から自らが飼っている蜂たちが集めてきた蜂蜜を自分のものにすることができる。つまり自分の所有物にすることができるわけです。そこでこのようにして養蜂家が使っている周密圏の土地に対する養蜂家の権利関係が問題になるわけです。つまり養蜂家はこうやって自分が実際に利用している土地に対して果たして何らかの権利を持っているのかということが問題になるわけです。土地に対する権利としては一般に使用貸借を除くと所有権と借地権があります。実際には養蜂家が周密圏として使う半径数キロメートルの土地の中には養蜂家自身が所有したり借りたりしながら管理している土地もある場合もあります。少なくとも巣箱を置く土地は所有したり借りたりしなくてはいけないでしょう。ただ所有地や借地だけではなくて養蜂家自身が直接に管理していないような土地も周密圏の中には含まれています。つまり養蜂家は自分が所有したり借りたりしているわけではないような土地を蜂の活動を間に挟みながらではありますけれども利用することができているわけです。そしてこうした土地の利用からは自分が管理している土地からはもとよりたとえ直接管理していない土地からでも経済的な利益が生じてきます。今の場合の経済的利益はミツバチたちが集めてくる蜂蜜に具現化しています。ところで養蜂に限らず土地の利用からは経済的利益が生じてくるので一般に土地を所有したり借りたりしている人には土地を所有したり借りることに対してその代価を支払うことが求められることになります。そして実際にも土地を所有したり借りたりしている人はそういった土地の所有や借用に対して代価を支払っているわけです。こうした代価が地代または地価であるわけです。土地の借用に対して支払われるのが地代で土地の所有
購入に対して支払われるのが地価です。ところで経済学では、地価は地代に利子率の逆数を掛け合わせて求めると説かれることがしばしばあります。つまり経済学では、地価と地代は利子率を間に挟んで結びついていると考えられることがあるわけです。例えば、借地を行った時に支払う地代が10万円で、その時に社会の中で通用している利子率が 1% であるとすると、地価は1000万円になります。この場合、地代は土地を所有している人に対する利子と考えられているわけです。そこで以下では、地価という言葉を使わないで、単純に地代と呼ぶことにしましょう。地価と地代は利子率で直接につながっているので、どちらか一方で代表させることができるわけですが、今は地代で代表させるわけです。ところが、養蜂家は今述べたことの例外をなしています。というのも、養蜂家は蜂が蜜を集めてくる集蜜圏の土地を先ほど言ったように確かに利用はしていて、しかもそこから経済的な利益を得ているのですけれども、こうした利用している土地のうち、巣箱を置くため自ら所有や借用している小さな土地以外の広大な土地に対しては、地代を支払うことを通常は行っていないからです。その結果、養蜂家は土地の利用から生じてくる利益の一部を土地の所有者に対して地代として支払わないで、土地の利用から生じてくる利益のすべてを自分のものにしているということになります。こうした土地の所有と利用の乖離した状態、そしてそのことから生じてくる地代の帰属の特殊な関係から、養蜂業による土地利用が生み出すこうした経済的利益を養蜂地代と呼ぶことにしたいと思います。養蜂地代が生じる土地は実は結構広い面積になります。蜂が蜜を集める範囲を半径 3km としますと、その面積は28平方キロメートルにもなります。例えば東京の山手線の内側の面積が約63平方キロメートルとされていますから、それと比べるとたった一つの養蜂場の集蜜圏、蜜を集める範囲である28平方キロメートルが、一体どれだけ広い面積であるのかが分かろうというものです。ところで、こうした養蜂地代の考え方からは、養蜂家は自分の土地ではないにもかかわらず蜂たちが蜜を集めてくる養蜂場周辺の半径数キロメートルの土地の環境の在り方に対して決して無関心ではいられないという命題が当然ながら導き出されます。というのも、養蜂家は、自分の土地ではないけれども自分の蜂の集蜜圏が蜂の活動にとって良い環境であってほしいと心の底から願っているからです。もっと具体的に言うと、養蜂家は集蜜圏の蜜源植物が豊富であることを望んでいます。そしてそれだけではなくて、集蜜圏では蜂にとって有害な農薬がまかれていないということも強く望んでいます。こうした養蜂家の願望の根底には、養蜂地代に対する欲求、養蜂地代の裏付けがあるのです。このような蜂にとって良い環境を望んでいるという意味で、養蜂家は皆
潜在的には環境活動家であるわけです。ミツバチ経済学の3まででお話ししたのは、ここまででした。ところで、ここまで述べてきたように、養蜂家は蜂にとって望ましい環境を望んでいます。では、そのような環境は一体どのようにして実現されるのでしょうか。以下では、実は養蜂家と蜂による養蜂業の実践自体が養蜂業にとって望ましい環境を作り出す上で、つまり生物多様性と生態系の健全性を促進する上で重要な役割を果たすことができるという点を考えたいと思います。でなお、経済学ではある経済活動がそれを行った当事者にとっての利益をもたらすだけではなくて、当事者以外の周囲の環境に対しても良い影響をもたらすことを外部経済効果という言葉で表現することがあります。つまりここでは養蜂のそうした外部経済効果について考えてみます。ミツバチと養蜂家が環境にとってプラスの影響を及ぼす主な理由は、ミツバチと養蜂業が繁栄する生態系に欠かせない花粉媒介者であるということです。ミツバチは花から花へと飛び回ることを通して花粉を運び、植物の受粉を助けます。こうしたミツバチの活動によって多くの植物が繁殖し、果実や種子をつけることができるようになります。さらに、ミツバチが繁殖させる植物の中には人間の食料である農産物も含まれています。世界の農産物の、実に約 75% が動物による受粉を必要としていて、しかもその多くの部分がミツバチによって担われているとされています。つまりリンゴ、ブルーベリー、アーモンド、イチゴなど多くの農産物がミツバチの受粉によって生産されているわけです。アーモンドはほぼ 100% ミツバチに依存し、リンゴの約 90%、ブルーベリーの約 80%、イチゴの約 70% がミツバチに依存しているとされています。また、ミツバチが受粉すると、まんべんのない均一な受粉が行われるようになります。まんべんのない受粉が行われるようになると、果実の形やサイズ、糖度などの品質が安定して、農産物の品質が向上します。また、ミツバチによる効率的な受粉が行われることによって、農産物の生産量が大幅に向上する事例が紹介されています。こうしたミツバチをはじめとするポリネーターの活動は、国連の科学者組織の報告によれば、世界の農業経済に年間最大5770億ドルの価値を生み出していると言われています。ただ、農産物の生産というと、畑や果樹園の、つまり少数の植物が植えられている単純な生態環境をイメージしがちです。したがって、ミツバチの活動は単純な生態環境の創出と結びついているのではないかという懸念を持たれる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。確かにこういう見方には正しい面もあります。しかし、ミツバチの活動は
畑や果樹園の中だけで行われているわけではありません。ミツバチの活動は畑や果樹園の外の自然環境の中で行われている場合もあります。その場合にはミツバチの活動は生物多様性の維持に貢献しているわけです。つまりミツバチが開かれた自然環境の中で他の花粉媒介昆虫とともに受粉することで多様な植物が繁殖し、森や草原、豊かで複雑な生態系を維持することができているわけです。またそれによって他の昆虫や動物たちも食物や住処を確保できるようになっています。ところで近年、誠に残念なことではありますが、こうした農業生産や生態系を維持する上で重要な役割を担っているミツバチの数が著しく減っていると言われています。その劇的な現れはコロニー崩壊症候群と呼ばれているものです。それはある日突然に巣箱から蜂がいなくなってしまうことです。コロニー崩壊症候群は今世界中で深刻な問題となっています。コロニー崩壊症候群は今から述べるような特徴を持っています。まず、成虫の働き蜂が急に姿を消すのだけれども、女王蜂、卵、幼虫は巣に残っているという場合があります。で、次に、蜂がいなくなってしまっても、蜜や花粉といった食料が巣に残されているというようなこともあります。こうしたコロニー崩壊症候群は単独の原因から生じてきているものではなくて、複数の要因が作用して引き起こされているものでしょう。そこで近年ミツバチが直面している課題について考えてみたいと思います。それには次のようなものが挙げられます。まず、農産物に対して使われている農薬の影響です。特に最近取り沙汰されているのはネオニコチノイド系農薬の影響です。ネオニコチノイド系農薬は一面では農産物の害虫に対して非常に効果的な処方箋です。しかしネオニコチノイド系農薬は同時にミツバチのような益虫を含む昆虫全般の神経伝達物質アセチルコリンの受容体に結合して正常な神経伝達を阻害し神経系を破壊するとも言われています。そのためミツバチはこの農薬の影響で方向感覚、学習能力、記憶力を低下させられて巣に戻れなくなることがあります。こうした悪影響を及ぼすネオニコチノイド系農薬は植物体全体に浸透して花粉や蜜に残留します。そのためミツバチが花粉や蜜を食料にすることによって慢性的に毒性を受けることになります。ミツバチ減少の原因の2つ目は気候変動の影響です。豪雨、干ばつ、嵐などの異常気象は花の開花や蜜の生産に深刻な影響を与えます。また夏の猛暑は巣の中の温度管理を困難にして幼虫や女王蜂の健康に悪影響を及ぼします。なお気候変動については後で寄生虫と関わってまた立ち返ることにしましょう。ミツバチ減少の原因の3つ目は
環境破壊が進んでミツバチが活動できる自然環境が失われてきているということです。環境破壊の中には単一栽培の弊害、つまり植生の単純化も含まれています。蜜源植物にならない作物の単一栽培はもちろんミツバチにとって良いことではありません。でまた、仮に植えられている作物が蜜源になっている植物であったとしても、モノカルチャーによって多様な花粉が得られず、ミツバチが栄養不足になっていると言われています。ミツバチ減少の原因の4つ目は、病気や寄生虫の影響です。特にミツバチヘギイタダニの徴量は近年世界中で消欠を極めています。この点については後でまた立ち返ります。ミツバチ減少の原因の5つ目は、近年商業的養蜂の下で、特定の品種や系統のミツバチが広く使用されるようになってきたために、蜂たちの遺伝的多様性が失われ、そのことが耐病性や寄生虫に対する抵抗性を低下させ、あるいは環境変化に対応できる遺伝的資源の不足をもたらしているとされています。以上5つの要因はお互いが複雑に絡み合っています。ここでやや卑近な一例をお話ししますと、2024年の私たちの養蜂場では非常に深刻なミツバチヘギイタダニの被害に見舞われました。ミツバチヘギイタダニの被害が深刻であった背景には、春の高温があると考えています。養蜂場に最寄りのアメダス観測所のご覧いただいているデータによりますと、2024年の4月から6月の平均気温は、平年の値はもとより同じように温暖であった昨年の気温をも大きく上回っていました。温暖化がどうしてミツバチヘギイタダニの被害の深刻化をもたらしたのでしょうか。このことをご理解いただくためには、ここでミツバチヘギイタダニの生態について詳しく説明する必要があります。ミツバチヘギイタダニはメスの体長が 1mm 強しかない楕円形の小さなダニです。オスの体長はメスよりもさらに一回り小さいです。でこのダニの生活史ですが、ミツバチヘギイタダニの繁殖はミツバチが育児のために作るミツバチの巣房の中で行われます。ミツバチの育児では、幼虫がさなぎになる前に巣房に蓋がかけられます。交尾が済んだメスダニはこの蓋掛けされる直前の時期を狙ってミツバチの巣房の中に潜り込みます。メスダニは蓋掛けされた巣房の中に入ると、そこで、5個から6個の卵を産みます。メスダニが産んだ最初の卵からはオスダニがかえります。しかし2個目以降の卵からはすべてメスダニがかえります。ダニにとってミツバチの巣房はしっかりと戸締まりされた安全地帯です。卵からかえったダニは巣房の中でミツバチのさなぎを食べて成長し成熟し、さらにそこで交尾まで行います。つまりミツバチの巣房はダニにとってただしっかりとガードされた安全地帯であるだけではなくて、ごちそうがいっぱいに詰まっている
食料庫でもあるのです。そしていよいよミツバチのさなぎが成虫になって巣房の蓋をかじって破って外に出てくる時にはダニも一緒に巣房から出てきます。巣房から出るとオスダニと未成熟のメスダニはすぐに死んでしまいます。しかし成熟したメスダニは直ちに他の巣房の中に潜り込むか、あるいは成虫のミツバチのお腹にしっかりとしがみついて寄生します。そして、ミツバチのお腹にしがみつきながら別の巣房の中に潜り込むチャンスを抜け目なく伺うわけです。メスダニはその生涯を終えるまでの間に、こうしたミツバチの巣房の中とその成虫への寄生のサイクルを2回から3回繰り返すと言われています。先ほど私はメスダニは蓋掛けされる直前の巣房の中に潜り込んでそこで産卵すると言いました。しかし、ミツバチの巣房には女王蜂の巣房を除くと働き蜂の巣房とオス蜂の巣房の2種類があります。ダニは、働き蜂の巣房とオス蜂の巣房と、一体どちらの方が好きなのでしょうか。これら2種類の巣房を比べてみますと、大きさと、それから蓋の突き出し方が全く違うので、一目見ただけですぐに、区別することができます。オスバチの巣房は働きバチの巣房よりもサイズが大きいだけではなくて、また形も蓋が突き出て違っています。で、ミツバチヘギイタダニはオスバチの巣房の中に働きバチの巣房の中よりも多く入り込みます。オスバチの巣房の中には働きバチの巣房の中と比べてダニが10倍も入り込むという報告があります。で、その理由は、巣房に蓋がかかっている期間がオスバチの巣房の方が働きバチの巣房よりも長いからです。働きバチの巣房に蓋がかかっている期間は12日間程度です。それに対してオスバチの巣房に蓋がかかっている期間は14、15日あります。働きバチの巣房とオスバチの巣房の違いはたった2、3日だけなんですけれども、この違いがあるので、その巣房から出てくるダニの数も違ってきます。働きバチの巣房からはもともとのメスダニ、つまり母ダニとその娘のダニ2匹、つまり合計3匹のメスダニが出てくることができるだけです。それに対してオスバチの巣房からは母ダニの他に成熟した娘ダニが5匹も出てきて合計6匹出てくることができます。つまりオスバチの巣房ではたった2、3日我慢するだけで理論上仲間の数を3倍ではなくて6倍にすることができるのです。こうしたことがダニがオスバチの巣房を好む背景にあると考えられます。ただ実際のダニの増加は今言った数値の半分ぐらいであるようです。ミツバチヘギイタダニに侵された群はサナギや成虫が食べられてしまうので、衰退崩壊へと向かって行きます。胞子が巣房の中で死んだり、また仮に、成虫にまでたどり着いたとしても羽が縮れた個体が羽化してきたりする特有の症状が出てきます。
ミツバチヘギイタダニを原因とするこうしたさまざまな症状の全体はバロア病と呼ばれています。つまり、オスバチの巣房はダニの温床になるわけです。こうしたオスバチの巣房は1年のうち秋と冬以外の時期、つまり、春から夏にかけて長い期間にわたって作られます。しかし、オスバチの巣房が盛んに作られるのは分蜂の時期である春に集中しています。ですから、春に気温が高くて、ミツバチの女王蜂の産卵が促されると、働き蜂を育てるための巣房も増えますが、同時にオスバチの巣房も増えます。そして、そのオスバチの巣房が、先ほど言ったようにミツバチヘギイタダニが増える温床になるわけです。ですから春に気温の高い日が続くとダニの繁殖が促されることになるわけです。では、以上のさまざまなことを原因としながらミツバチが減っている状況に対して私たちにできることは一体どのようなことなのでしょうか。一つは、農作物を育てる際に農薬の使用を控えるといった、ミツバチを保護するような農法、つまり農業のやり方を提唱することです。農薬の使用を最小限に控えて有機的で自然な害虫駆除の方法を研究し、それを推進するということです。なお EU は2018年に予防原則の立場からクロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムの3種のネオニコチノイド系農薬の使用禁止を決定しています。2つ目の方策は庭や景観の中に花粉媒介者に優しい植物、ラベンダーであるとかクローバーといった植物を取り入れるということです。要はミツバチの生息地を保護して地元の健康的な植物層の構築をサポートするということです。ミツバチ保護策の3つ目は、先ほど詳しく述べた深刻なミツバチヘギイタダニの被害への対策です。これについては従来、多くの場合アピスタンであるとかアピバールといった科学的な駆除剤が投入されてきました。しかしこうした薬剤に対して抵抗性を持っているダニの存在が近年指摘されるようになってきています。ですから今求められているのはこうした化学薬品に大きく依存したダニ対策ではなくて、むしろミツバチ自体が持っているダニに対して抵抗する力を最大限に強化することなのでしょう。でまた有機的な防除を組み合わせた総合的な防除を行って、観光の養蜂を変革した持続可能な養蜂の構築が求められています。有機的な防除の方法としては、先ほど言ったようにミツバチヘギイタダニはオスバチの巣房を好むので、巣箱の中にオスバチ専用の大きな巣房を作るのに適した巣板を入れて、ミツバチにオスバチの巣をそこに意図的に作らせ、その後ダニで満たされたオスバチの巣房を壊して処分するという方法などがあります。ミツバチ保護策の4つ目ですが、今まで述べてきたようなことを実現するためには、養蜂家自身が頑張らなければならない面ももちろんありますけれども、環境保全などでは
地域の方々をも巻き込んだ取り組みが必要である場合もあります。その際には、少数派である養蜂家だけが頑張ってもおのずから限界がありますから、運動の輪を広げるためにミツバチの保護についてコミュニティと連携する必要があります。つまり養蜂に携わっている人が多様性に富んだ地域環境を作り出す上でイニシアチブを取りながら運動を進めていくということです。これを養蜂イニシアチブという概念で表現したいと思います。養蜂イニシアチブを推進していくためには、人々に理解してもらうために地域環境の問題状況を可視化する必要があるでしょう。そのためには養蜂家が定期的にドローンなどを使って地域環境を挙手的に観察し、植生や環境保全の状況をモニターして、そこで得られた情報を地域の中で発信していく必要があるでしょう。養蜂業では伝統的に巣箱の中を定期的に点検する内検が行われてきました。今述べた環境視察は養蜂家によるもう一つの定期的な点検作業と言えるでしょう。以上、ミツバチ保護策の要は一言で言うと、ミツバチと人間が共に繁栄する世界を作るということです。ミツバチがいなければ私たちの食卓から多くの食材が消えてしまうかもしれません。ミツバチの保護は私たち自身の未来にも関わる重要な課題なのです。はい、今回はここまでです。ミツバチ経済学の前回までは養蜂地帯の概念を使いながら、養蜂家が養蜂場周辺の環境を守ることに死活的な利害を持っているというお話をしました。それに対して今回は養蜂家の活動自体が周辺の環境を作り出しているが、近年さまざまな影響から蜂が減っているということ、そしてそれに対して取り組むべきことについてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。